総集編。団子ちゃんって、おうちペット飼ってたっけ？飼ってないよ。私も飼ってないんだよね。あ、そう。動物好き？動物？うん。結構好き。飼ったことある？かつて？かつて。あ、動物って、どこまで動物？メダカは？ああ、動物。全然動物。飼ってた。メダカしか飼ったことないの？あとスズムシ。ああ、虫ね。哺乳類的なものはないの？ないね。哺乳類は飼うと大変だもんね。なんか、飼ってた？いっぱい飼ってたよ。いっぱい飼ってた？犬もね。なんかそういうのやってたの？そういうのって何？なんかそういう、なんかその動物いっぱい飼うみたいな。いやそういうのがちょっと意味がわからないけど。じゃあさ、もしさ、何の動物でも飼っていいって言われたら、何でもいいの？何でもいいよ。それは迷うね。なんか、その聞き方でさ、私、犬とも言えないじゃん？いや、全然私はそこになんとも思わないわよ。あ、犬好きなんだって。そこをなんとも思わないわよって思ってる人って絶対思う人だから。いや、思わないわよ。そういう風に言ってくる人って。でも犬ではない。何なのよ、じゃあ今の。なんか、いや、犬でもいいわよ。だけど犬でも、だって何でも飼っていい。この際何でも飼っていいって言うんだったら、いろんなの。私で昔はね、ペンギンが良かったの。ペンギンね。ペンギン飼いたいなと思ってたんだけど、やっぱりペンギンが崖から落とすっていう話聞いてから私ちょっとね、ショックなのよ。そういう習性があるの？ペンギンが並んでる時に、この崖から海に飛び降りても、大丈夫かどうかっていうのを、後ろのペンギンが前のペンギンを蹴っ飛ばして、それを見ていけるかどうか判断するらしいの。怖いわね。怖いのよ、ペンギン。それ見たら私いつか蹴っ飛ばされるんじゃないかと思って、ちょっと帰んないかなと思って。飼い主を？私が蹴っ飛ばされるんじゃないかと思って。崖行けないわね。そうなの。なんかある？月見ちゃんは。私はでも、パンダかな、やっぱり。パンダね、でも、どう思うよ？どう思うの時はどう思うよ？いやでも、子供の頃から飼ったら絶対に大丈夫だと思うんだ。いやそうでもないと思うよ。あれ、ね、色が白黒なだけでクマよ？まあそうね。基本は大きいしね。で、一日食べる笹の量全部集められるの？ある？そんなに笹。それもうお金はすごいかかるわね。そうよ。大変よ。しかも、部屋で買うの？部屋。いや、臭いわよ、多分。臭いわよ？比較的。臭いはやめてよ、もう。それはペンギンだって一緒じゃない。だから私ペンギンじゃないもん。私ペンギンじゃないもん。じゃあ何よ？ペンギンやめてるもん。何よ？今、いやでもこれは、比較的大人気。大人気？カワウソ。かわいいわね。かわいい。ただ、カワウソも、臭いらしいの。やっぱり、雑食だから。そうか。だから、パンダは比較的大丈夫かもね。ちっちゃい頃から飼ってけば。結構、パンダって、汚れてるじゃない？いや、そうなのよ。だから、あれはでも土のところで飼ってるからよ。でも、落ちないじゃない、もう色が。いや、そうだから茶色っぽいの。土に一回もつけちゃダメよ。でも、一つだけ言っていい？パンダを飼ったらいつかお別れの時が来るわよ。中国に返さなきゃいけないんだから。その悲しみ乗り越えれる？なんでその設定が加わったの？だってそうなんだもん。返さなきゃいけないんだもん。なんでも帰るっていう時点でおかしいじゃない、だとしたら。でも最初に言ったのはそっちだから、根本を覆さないでよ。なんなのよ。私のセリフ、それ。どこ行くのよ。次の日。月見ちゃん今日朝ごはん食べた？朝ごはん食べたわよ。何食べた？パン。パパンが多いわね。あ、そう。
何？ご飯とパンと麺。炭水化物。どれが好きみたいな。で、まあ大体その話してると、最後には、ご飯一生、それしか食べれないって言うんだったらどれみたいな。ご飯とパンと麺。みたいな話になるよね。どれ？ご飯じゃない？ご飯。で、ご飯って言いました。ご飯。ただこれ、言い方のニュアンスの問題だけど、毎日ご飯を食べる話なのか、パンと麺はもう一生食べないって話なのかってことよ。どう？パンと麺は一生食べないってことなんじゃない？じゃあ、ご飯以外のものを食べる、ケロッグの日もいいってことにする？ご飯、コーンフレークご飯でもいいのね。いいわよ。っていうルールにするのね。いいわよ。ただパンは食べれない。麺は食べれない。じゃなく、ご飯を毎日食べて。パンを毎日食べる。麺を毎日食べる。じゃあ毎日食べるにしましょう。ちょっと、何？コーンフレーク？コーンフレーク入ってきちゃうとちょっとわかりづらいかな。そう。じゃあそっちのパン寄りだし。じゃあずっとご飯か、ずっとパンか、ずっと麺かにするのね。365日。じゃあここまで来ましたと。はい。何これ、どうなるか。じゃあ、ここでまた決めなきゃいけないルールがあって、ね。じゃあ、寿司は OK？ ご飯の時。OK でしょ？ダメよ。なんで？乗ってるもん、魚。どういうこと？ご飯、純粋にじゃあ、変じゃない。じゃあ、どういうこと？ちょっと待って。ご飯でご飯の底で引っかかるなら、パンとかどうなの？パンはパンよ。食パンみたいな。チョコとか入ってちゃダメってこと？ジャムとか塗られてちゃ。基本はね。どういうことダメってこと？麺だったら、もう麺ってこと？スープはあった方がいいわよね、さすがに。スープって何よ？醤油みたいな。そばとかってこと？そうね。パスタはダメってこと？麺。いや、パスタが上に乗ってる。ほら。今、正解に近づいてきてるわよ。近づいてないよ。寿司をカットされちゃったら。寿司 OK にします。寿司 OK にします。寿司絶対 OK でしょ？寿司 OK。ごめん。私間違った。寿司 OK。いいわよ。じゃあ。今、でもすごい、月見ちゃん、今正解に近づいてるの。正解って何のクイズなの？今、どんどん正解に近づいてるの。実は、ご飯が一番ないと思うわ。なんで？パターンがないもの。だってご飯しかないじゃない。ご飯っていうものの枠が、これはもしかしたら言葉のマジックなのかもしれないけど、ご飯はご飯しかないのよ。ちょっと待って。おかずはないの？あるよ。ダメ。危ない。本当に、白飯だけってこと？おかずもあり。ありだったらご飯でいいじゃない。怒ってるの？違うの。だって我々、日本人はやってきたじゃない、それで。いや、そこがそもそも間違いなんじゃないかって私は思ってるの。だから、一番楽なんじゃないかって思ってるの、私は。なんかちょっと、私やりたかった話じゃないのよ。どういうことよ？ご飯は一番センスないわよ。なんでよ、みんな8割方ご飯だと思う。だってじゃあご飯飽きたらもう帰れないわよ。もうご飯。帰れないわよ。ずっとご飯よ。パン飽きてご飯食べれないんでしょ？でもパンは、変な話、パン飽きたら、ちょっと雰囲気変えるかって言って、クロワッサンにはできるわよね。パンじゃない？それもちろん入ってるわよ。そうよね。もちろん、惣菜パンだって食べてるわよ。そうよね。だからそれでもパンじゃないって言うじゃない？ただ、これ言葉のマジックで、麺は、パスタも麺だし、そばも麺だし、うどんも麺なの。分かってる。で、ラーメンも麺なの。絶対麺じゃない。どう考えても。いや、おかず食べていいんだから。絶対麺だったら1週間全部違う麺でいけるわよ。でもご飯もずーっと白飯よ。いいの？ちょっと、麺は無理だわ。なんで私の、なるようにならないの？なんで？この話。なんで私はご飯でいいわよ。すぐ自分のルール見つけるの？
いや、ルールって正解が麺だってことで終わりなの、この話は。そこにたどり着きたかったのよ。いや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 。なんですぐ手前で降りちゃうのよ。麺が一番ないんじゃない？逆に。なんで？麺じゃない？どう考えたって。例えば、その海外の人とか、パンの人はいるんじゃない？ 365 日。で、麺の人っている？中国の人。いやい毎日麺。や、ご飯食べるわよね、中国の人も。いや、食べないんじゃん。いや、どういうイメージよ。いろんな麺があるから。いや、麺で過ごす人のが少ないと思うわよ。ちょっと、全然こういう話したくなかった。いや、なんなのその。私が悪いの？どうしたの？いや、私が変なのかな？何の話？いや、ちょっと、いい？ちょっとピーちゃん。団子ちゃんのことなんだけど。またあいつの話？まあ、いつも一緒にいるからね、私たち。一緒にいるけど、やっぱ団子ちゃんって変だよね。まあ、でもまあ、女の子ってあんなもんなんじゃない？だってさ、もう、毎回さ、学校の帰りさ、帰りの会あるじゃない。で、まあ、さよならするじゃない。で、クラスメートみんな帰るんだけど、もう、いるのよ。教室の後ろに。私を待ってんのよ。帰らせない感じだ。で、毎回、まあ、おしゃべりするのは私もいいんだけど、なんかもう最近も結構何言ってるかわかんないんだよね。そう？なんか比較的楽しそうに喋ってる感じするけど。なんか、普通のなんか会話がしたいのよ。あの人がかっこいいとか。したらいいじゃん。あそこのスイーツ美味しいよねとか。そういう話じゃないのよ。団子ちゃんって。いや、月見がしたらいいじゃん、それを。なんか、しても乗ってくるから団子ちゃん。それはやってみないと、さすがにさ、団子ちゃんだってさ、普通の高校生の女の子なんだから。でも言える空気じゃないよ。そんな迫力ある？いやだって、ご飯かパンか、麺か、一生食べ続けるならどれがいいっていうの、そういう話するんだよ。だからそれは、ご飯に誘ってんじゃないの？なんか食べに行こうって。そんな深読みしなきゃいけない？私。それはもう。そんな気使わない。最近に至ってはなんか、さ、なんか、ちょっと怒って帰っちゃうんだから。自分からし始めた話で。まあ確かに感触持ちだよね。感触持ちだよね。それはあるね。だからね。もっと団子ちゃんのこと知りたいんだけど、私も理解してあげたいんだけど、ちょっとわかんないところがあって、ちょっと悩んでるんだよね。まあでもさ、せっかく友達なんだからさ、まあ話ぐらい聞いてあげなよ。まあ聞いてあげる。まあ、そんな嫌ではないんだよ。まあむしろ好きだし。どうせさ、学校とかその外でしかさ会わないでしょ。そうね。まあ結構、まあ帰り一緒には帰ってるけど、まあなるべく早めに別れてんのよ。もっと一緒なんだけど。あ、じゃあ家には。もっと一緒の方角なんだけど。家には連れてきたことないんだ。なんかちょっと怖くて。まあね。まあでもいつか連れてこなきゃダメかな。こんだけ仲良くしてるから。まあ、友達だったら変に思うだろうね。そうね。なんで家行けないんだろう。月見ちゃんちなんか秘密あんのかなとかそういうの思うんじゃない？別にないんだけどな。なんかちょっと。今度誘ってみるわ。そうしない。喜ぶと思うよ。喜ぶかな、団子ちゃん。今、家で悲しんでんじゃない？なんで月見ちゃんって家の近くまで連れてってくれないんだろうって。そんなこと思ってるかな？思ってるよ、多分。そっ
悪いことしちゃったな。明日謝んな。うん。謝ってみる。そうしね。もう、なんであんな。月見ちゃん、ほんとに。なんで、ご飯とか言って。話なんだわよ、ほんとに。麺でしょ、どう考えたって。ああ、もうやだ。なんか嫌な気持ちにさせられたわ、今日月見ちゃんに。ああ。まあいいや。月見ちゃんには月見ちゃんの考えがあるんだろうし。絶対麺なのにな。ああ。お腹減ったな。なんか食べにでも行こうかな。でもな、一旦家に帰ってくるとちょっと外に出るっていうのもなーって思っちゃうのよねー。ダメねー。ただ私、料理とか全然できないから、どっか行かないと。あ、得意のコンビニでも行こうかな。コンビニ行って、立ち読みして、それでおにぎりでも買うか。うん。何しようかな、具のこと考えたら、ちょっと具決めるまでここから動けないわ。具何にしようかな。まあ、行ってから決めるべきか。ここで決めてなかった時のショック計り知れないもんな。うん。そうしようっと。ああ。はい、お腹減った。よいしょ。よいしょっと。行こう。あ、そうか。そういえば、なんかおじさんが言ってた。犬が来るみたいな言ってたな。いつだっけ？あれ？今日だっけな？でも全然来る気配ないな。なんで私が犬の面倒見なきゃいけないの？まあ、いいけどさ。犬来るかって思ったら出かけらんないな。どうしよう。私が出かけてる間に犬が来たら。それはそれでなんか大変ね。じゃあ家にいないと。ただいつ来るか忘れちゃったんだよな。ほんと来んのかな。来ないのかな。あれ？もう来ている。犬だ。来てる。犬が来ている。どっから入ってきたんだ。翌日。月見ちゃん。何？月見ちゃんにとって、アイドルってどういう存在？アイドル？うん。私にとって、そう。夢ではないかもしれないけど、夢ではないけど。だってアイドルに興味なかったから。いや、びっくりした。夢じゃないけど目標ですみたいな。そういう、私にとってアイドルは夢じゃなくて目標ですみたいな。アスリートみたいなこと言うのかと思って。そうではないけど、まあ、でも目標って当面の目標ね。一応やるって決めたから。素晴らしいわ。考え方が。もう、アイドルと言っても過言ではない。全然違うわよ、まだ。でもね、やっぱアイドルって、一口に言ってなんか歌とか踊りとかみたいなイメージあるかもしれないけど、もっとね、こう、いろんな多岐にわたって、いろんなことしなきゃいけないから。何？まあ、それこそ水着で水泳大会やったりとか。今ある、そんなの。そういうのもしなきゃいけないから。昔の話じゃないの、それ。そういうのもやらなきゃいけないから、アイドルは。水泳大会がある。だから、例えばじゃあ、大食いとかね。無理かも。
じゃあ、その大食い食べれない。大食いとまではいかないけど、なんか食べ物、お店に行って食べて、食レポっていうのああいうのもやらされるわよ。それはあるかもしれないね。できる月見ちゃん。どうだろう。やったことないから。難しいのよ。あれのコツ知ってる？団子ちゃんできんの？この前見た。コツ。団子ちゃんってさ、全部見たこととかを、自分の考えのようにしてるの、さっきから。ずっと思ってたんだけど。大抵の人間ってそうじゃないの？わかんないけど、なんかやってきたことを伝える言い方で言ってたけど。大抵の人間って見たことを伝えるんじゃないの？じゃあ、やったことないけど。やったことないけど、見たの。見たの？うん。見たというか、まあ言ってたわ。だから、結局は、あれって、口の中に入ったら喋れないじゃない。うん。要するに、なんか食レポって言ったら私たち勝手に食べた後に一言みたいなイメージあるけど、勝負は食べる前なの。食べる前に伝えるのね。そうなの、そうなの。で、食べた後は、もう一言完結みたいな。もう美味しいみたいなことを言えばいいってことね。それだけでいいのよ。食べる前に、かなり伝えなきゃいけないの。わかんない。じゃあ、何食べたい？ラーメン？ラーメン？じゃあ、ラーメン。はい。今日はちょっとラーメンをいただいてみたいと思います。あ、来ました。わー！見てください！すごい！スープが綺麗！透明スープです。じゃあ、いただいてみたいと思います。あ、太麺で。私太麺好きなんですよね。あ、すごい。湯気もすごい出てて。美味しい。完璧。完璧ではない。絶対完璧ではないわよ。出てた？出てないけど、なんか私を見た感じをやってるだけよ。夕方のスーパーニュース出てた？そう、それイメージしたの。出てたわよね。うまっ。6時15分の。やってるわよね。いや、やってないわよ、私は。あ、そう。よかったわよ。でも、なんか可愛らしさはちょっと足りなかったけどね。うん、そうね。なんかアイドルっていうよりはアナウンサーって感じだったわ。しかもおばさんのね。うん。おばさんのアナウンサーの。ダメよ。あんなラーメン持てやしないんだから、熱くて。何をこんな見せてんの？ああ、そうね。垂れるわよ。あんな横で見せたら。でもなぁ。難しいわよね。だから、なんか嬉しいみたいなのでいいんじゃない？どうやるの？ラーメンでしょ？今日は千葉で有名なラーメン屋に来ちゃいました。それじゃあ、ラーメン、カメラこっちかな？こっちかな？はい。ラーメンいただきまーす。あ、来ましたよ、ラーメンが。熱々です。さあ、いただきまーす。すごい麺ですね、これは。大将、これは何ですか？刀削麺ですか？なんつって、さあ、いただきまーす。つるつるつる。あ！おいぴー！おばさんのレポーターよね、やっぱり。違うわよ。おばさんよね。違うわよ。今の、見た今の。おいぴー。うん。おいぴ刀削麺ですか？違うの。それは、ダメじゃない、なんつっては絶対。刀削麺じゃないんでしょ？そうなの。だから、ないのにそんなん出しちゃダメじゃない。バラドルじゃないけど、ちょっと、なんて、バカというか、おバカタレントみたいな。タレントみたいな感じ。さっきのだって、月見ちゃん、太麺でとか、そんな、ラーメン2の人じゃないでしょ、月見ちゃんは。そうか、アイドルだか難しい。ら、間違っちゃったの、刀削麺と。難しい。全然違うでしょっていう、見てる人が、何それ、刀削麺って全然違うだろうって突っ込まれなきゃいけない。なるほど。うん。それが普通よ。難しいでも。ちょっとおいぴーはちょっと違ったけど。おいぴーは絶対おばさんレポーターよね。なんか考えたんだけど出てこなかったの。なんかあったのかなと思うけど。まあちょっとじゃあ、見とくよ。うん。いろいろ番組とか。そうね。だからちょっとお腹減ったからラーメン食べに行く？練習する？練習しよう。うん。食べて。行こう。うん。
OEP じゃないわよね。